こんばんは。はるです。今回はミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベスト11になります。個人的にコスパ選手、おすすめができるコスパの選手たちを紹介するものになってます。今回はミッドフィルダー限定ということで、中盤の選手ですね。11名安くて強い選手たちを紹介していきたいなと思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずはですね、TOTS メリーノです。メリーノ値段的には5万5千で、買うことができます。スキルは3なんで、前線の選手、上げるような中盤の選手というよりかは、やっぱり後ろで、がっしりと構えるという風な選手になりますね。逆足が5っていうのも素晴らしいですし、身長も高くてですね、フィジカルも強いので、守備戦の選手としては、普通にやれるなという風なところですね。ドリブルはちょっと重たかったりは、してしまうので、メリーノで何かするとか、持ち運んでいくみたいなのは、ちょっと気をつけた方がいいかなという風な、ところです。シュート値がね、高いだけに攻撃参加させてあげたいんですけれども、最適は、相手の攻撃の目をつむ、後ろらへん、ボランチアンカーらへんで使うのが一番いいかなという風に思います。で、そして続いては TOTS フォファナですね。フォファナ値段的には4万4千で、買うことができます。この選手はですね、非常に大きい選手で、役割意識高いというのも素晴らしいですし、スキル逆足もね、44っていうのも、非常に、優秀だなというふうに感じます。で、この選手はですね、メリーノとは違って、攻撃に出ていける選手になります。むしろ攻撃に出ていかせた方が、この人の良さっていうのは生きるなというふうに思いますね。決定力は少し低いんですけれども、やっぱりシュート力があるからか、なんですかね、甘いコースにシュート飛んでいっても、そのシュートのスピードで、シュートの威力で、なんかゴール決まってしまうみたいなことがあるんで、個人的には非常にコスパの選手としてはおすすめかなっていうのは思いますね。決めが難しいんですけど、ちょっとリーグワンで合わせてみるのもいいのかなっていうのは思います。ドリブルはそんなにメリートと同様にめちゃくちゃモテるっていうような選手ではないんですけど、スピードが速いので、なんかぐんぐん運んでいける選手にはなります。非常にこの選手も安くて、おすすめだなというふうに感じますね。で、そして続いては TOTS モメントシソコです。シソコ値段的には4万6千で、買うことができます。ほぼホファナと、同じでですね、シソコの場合はメリーノタイプです。どちらかというと、守備線のボランチ、中盤の選手になります。役割意識もミディハイなんで、守備の意識が高いっていうのは、素晴らしいですし、この人も身長が高くて、フィジカル負けしない、そんな選手になりますね。で、同じリーグワンの中盤で使いやすい中盤っていうのはベラッティがいたんですけど、ベラッティはシソコとは違って、もうめちゃくちゃボールタッチもね、しやすくて軽くてみたいな選手なんですけど、守備面はシソコの方が良かったです。やっぱりフィジカルの強さっていうのを感じましたし、本当にがっちりとした守備線の選手を置きたいっていう方は、シソコはめちゃくちゃおすすめにはなります。本当にね、横からグリッといける力持ってるので、で、かつペースもね、速いんで、個人的にはかなり守備戦の選手として見るとおすすめかなっていうのは思います。あとは注意点としては、この選手もドリブルね、結構重たいんで、そこは気をつけないといけない。フォアナとかメリートと同様に、早めに叩いてっていうような、ことはしないといけないかな。そういう工夫っていうのは、した方がいいと思いますね。で、そして続いては TOTS ブルーノ・ギマランイスですね。ブルーノ・ギマランイス。ギマランイスの値段的には8万で、買うことができます。この選手はですね、ボックスタイプで、本当に攻撃にも守備にもいけるという風な選手になりますね。で、基本的に非常に能力も、それぞれ高くて、いろんなことが、無難に行えるという風な選手です。パスも上手いですし、ドリブルもある程度軽い、選手になりますね。で、守備もできるし、フィジカル負けっていうのもそんなにはしない、そういう選手になります。で、シュートも打てるんで、非常に素晴らしいなというふうに思いますね。3-3っていう風なところだけが、ちょっと残念な、部分ではあるんですけれども、この選手が4-4だったりとか、どちらか5とか、4-5とか、だったらめちゃくちゃ強かったかな。もっと値段も高かったかなっていう風には思います。使いやすい、本当に中盤の選手にはなるので、個人的にこの選手もおすすめですね。で、そして続いては TOTS トナーリですね。トナーリ。
隣値段的には73,000で買うことができます。まあこの選手スキルかなが4になって、一応まあ攻撃にも出ていける選手になりました。で、役割意識も右入っていうようなところで、まあ素晴らしい。まあほんとボランチ、守備的なボランチという風な選手ですね。まあ、シュートも打てるんで、全然役割意識と反して攻撃にも出ていってもいいと思います。うん。で、ペースも速いんで、自分でも持ち運ぶことできますね。ドリブルも全然、まあめっちゃ軽いっていうわけではないですけど、まあそれこそブルーノ・ギマランイスと、まあシソコとか、フォファナとかの間ぐらいなのかなっていう風なイメージですね。で、まあ守備はやっぱりしっかり、取ってくれます。勝手に取ってくれる場面もあるんで、どちらかというと攻撃よりかは守備の方がね、目立つかもしれないんですけれども、一応まあ、どちらでも、ありかなっていうのは思いますね。で、そして続いては RTTF バレッラですね。バレラ。バレラ値段的には6万で買うことができます。一応まあ TOTS のね、バレラがいるんですけれども、それよりちょっと、一つグレードが下がったこのバレラを今回はおすすめしたいなと思います。TOTS のバレラはね、1万とか40万超えるぐらいの値段なんで、もちろん総合値3ぐらい違うんですけれども、まあこのバレラでも十分使えるんで、6万っていうのは安いかなと思いますね。で、この選手はもちろんスキルがないんですけれども、非常に使いやすい選手になります。ドリブルが細かいです。なんで持ちやすい選手にはなるんで、まあスキル3でもよかったら、攻撃参加させてあげてもいいのかなっていうのは思います。まあ前線よりね、中盤はそこまでスキルいらないかなっていう風にも思ったりはするんで、まあそれでもよかったらという風な感じになります。で、パスも上手いですし、まあ逆足も5になったんで、まあそういうところでパスの正確性っていうのもありますし、まあシュートもね、非常にうまく打てるような選手になります。で、かつそういうような選手も守備もできるんで、フィジカルはね、ちょっと今の現環境だったら取りきれない場面も少しは、あるんじゃないかなっていう風には思うんですけれども、まあ、インターセプトをメインに、しっかり守備もしてくれるという風な選手になります。まあ、本当に使いやすいキャラクターの中で、中盤に1人いたらありがたいなという風に思える存在ですね。で、そして、続いては RTTF アタルです。アタル値段的には28,000で、買うことができます。一応ね、アタル RB 右サイドバック登録なんですけど、個人的には CM とか中盤起用もできる選手にはなるのかなというふうに思ったんで、まあ、今回は、紹介をします。まあ、スキル4逆足5っていうのはね、素晴らしいですし、能力的にはちょっと物足りなさはあるかもしれないんですけど、まあ、ペースが94あって、で、パスも、まあ、ある程度は上手くて、で、ドリブルも普通に軽いんで、それなりにはやれるかなというふうなところです。ちょっとね、懸念点はね、フィジカルですね。バレラよりも全然弱いんで、そこの守備面のところが、まあ、ちょっと、取り切れないか、それ、みたいなことは、まあ、起こってしまう選手にはなるんで、どちらかというと、やっぱり攻撃的な、中盤の選手にはなるかなっていうふうに思います。まあ、3CM の中で、ちょっと攻撃目の、中盤の選手として、使うのが一番いいかな。アタルの弱さっていうのがそこまで出ず、良さっていうのが生きるなっていう風には思いますね。まあちょっとケミが難しくて、まあもともと RB に置かないといけないっていうことも、まああるんですけれども、まあ中盤として、ちょっと気になる方は使ってみてほしいなっていうのは思いますね。で、そして続いては TOTS トゥラムですね。トゥラム。トゥラム値段的には6万1000で買うことができます。まあ、この選手も安くなりましたね。で、ブルノ・ギマライスと同様にですね、スキル逆足33っていうのはちょっと、物足りなかった。まあ、この選手がね、44とかまで上がれば、もっと強かったかな、使われたかなっていう風には思いますね。で、本当に身長もでかくて、まあ、役割意識もハイハイで、本当になんかフリットをちょっと彷彿とさせるような選手になります。まあ、コスパフリットというか、まあ、今で言うとソクラテスとか、まあ、ザンブロッタとかみたいな感じになる、そういうコスパの選手にはなりますね。まあ、でかいんで、ある程度は重たいです。ある程度は重たい。ですけど、まあ、全然自分的には扱えるレベルだったかなっていう風には感じますし、まあ、シュートもね、ある程度決めてくれる。逆足で打つとね、ちょっとシュートはあんまりかな。
っていう風には感じたんで、まあ利き足でシュートを打つことを意識すると、まあ決めてくれるんじゃないかなっていう風に思いますね。で、パスもまあある程度上手くて、まあ守備もしっかりやってくれ、特にまあ身長もでかいんで、フィジカル負けこの選手もしないですし、で、そういう風な選手がね、しっかりこうスピードも、ついてるという風な部分が、個人的には高ポイント。なので、リーグワンでこういうでかくて、やっぱりね、ボックスボックスっていう選手でどうしても高いんで、フリットとかもそうですけど。なんで、まあ、比較的トゥラムは今の現状では、かなりコスパかな。3-3っていうのはありますけれども、非常にこう、おすすめできる、中盤の選手にはなるかなという風に感じますね。で、そして続いては TOTS デブライネです。デブライネちょっと高くなりますね。値段的には43万で、買うことができます。まあ43万自体は高いんですけれども、まあデブ自体はまた、安くなったなという風に感じましたし、まあデブ使った時ね、この選手強いなっていう風に、感じました。TOTY だったりとか、まあ、あとはウィンターワールだったりとかとはまた比べ物にならないぐらいしっかり守備ができますね。ここが一つ TOTS のこのデブライネのいいポイントだと、思います。本当に勝手に取ってくれたりとか、やっぱりこうしっかり取ってくれる範囲というか、この近くに行ったらしっかり取るよっていう範囲が、やっぱり広いような気がします。守備値が上がったっていうのはもちろんあると思うんですけれども、守備面でもなんか穴にならず、攻撃はもちろんのことなんですけど、パスとかね、シュートとかは本当にとんでもない、レベルなんで、まあそれプラス、やっぱり守備もできるようになってるっていうのがやっぱり使った時に、かなり良かったかなっていうのは思いますね。で、一つまたドリブルのところはね、めっちゃ軽いっていうわけではないです。それこそモドリッチだったりとか、みたいなタイプではないんで、まあでも、トゥラムとか、フォアナとか、よりかは軽いかなという風な感じなんで、まあこの選手は扱えなくは、ないんですけど、若干、遅いなっていう時はあると思います。まあ基本的にはやっぱりいろんなことができて、特にやっぱシュート、パスだったりとかっていうのが突出してる選手にはなるんで、まあ絶対的にこの選手でフィニッシュ、させてあげた方がいいと思うんで、まあフォワードに当てて、その後自分で行くのか、またデブを使っても点を取れるという風な、まあオプションがね、一つまたできると思うんで、本当に決定力高くですね、前線の選手のようなシュートっていうのも決めきることできるんで、まあ中盤にそういう選手が欲しいっていう方はめちゃくちゃ、おすすめにはなります。まあ自分的には 2CM の一角も担える、レベルの守備力っていうのはあったので、まあ本当に中盤どこでもこなせるなという風な印象ですね。で、そして続いては TOTS ペドリですね、ペドリ。ペドリも少し、高くなってしまいます。値段的には52万で、買うことができます。まあ、デブライネの、ほぼプラス10万、ぐらいですかね。まあ、高いんですけれども、軽くて、役割意識がハイハイ、まあ、攻撃にも守備にも動けて、5-5っていう選手って、まあ、なかなかいない。んで、現状では、かなりこの選手も安いかなと。いうふうに思います。ラリーガの時はですね、やっぱり120、30してた選手になるんで、今思うと、非常にやっぱり今の値段っていうのが安いと思いますね。で、ペトリはやっぱり一番はペースが上がったということが、でかいと思います。シュートだったりとか、パスだったりとか、ドリブルだったりとかは、まあ、うまい。まあ、シュートもね、冷静さが非常に高いんで、決定力以上に、決めきってくれるので、そこのところはまあ言わずもがななんですけど、ペースがね、やっぱ90にあるっていう風な部分が、非常に素晴らしいですね。個人的にはかなりいいです。攻守において、相手を置いていけるし、まあ、また速い選手でも追いついていける、っていうような部分が、まあいいですね。で、フィジカルもある程度ついたっていうところも、個人的にはめっちゃ良くて、守備もある程度全然できるという風な、ところが、この TOTS のペドリの強さかなというふうに思いますね。本当にまあ能力だけ見てもね、めっちゃ何でもできるっていう選手にはなるんで、かつやっぱ5-5なんで、この選手もまあぜひともね、攻撃に上げてあげたい、中盤の選手ではあるんで、本当 3CM の一角、では最強クラスかなというふうに感じる。そういう最強クラスの選手が、まあ52万で、50万ちょっとで買えるっていうのは、ちょっと安いんじゃないかなっていうのは思いますね。100万、200万してる CM の選手がいる以上、この55でこの軽さで扱いやすくて、守備もできてって選手が、この値段っていうのは
ちょっと安いかなっていう風にも感じたんで、ちょっと今回は、紹介をしました。で、そして最後ですね、シェイプシフターズバイリーですね、バイリー。バイリー値段的にはですね、6万で買うことができます。まあ、新しい、選手として、シェイプシフターで来たんですけれども、まあ、CDM に変更をされてますね。で、大体ポジションに CM がついてるっていうところも非常に素晴らしいと思います。君はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、マルセイユの選手、パイエだったりとか、まあ、あとアレクシス・サンチェスだったりとか、を持ってる方は、まだ比較的組みやすいのかなっていうのは思います。一個注意点としては、そのままボランチで使うっていうのもありですけど、ボランチで使うとなると、やっぱりメリーノだったりとか、あとは、シソコだったりとかと同じようなタイプです。ドリブルは結構重たいです。まあ、もともとセンターバックの選手なんでね、重たいのはしょうがないんですけど、中盤の選手として使うのだったらちょっと重たいので、自分的には一番最適はやっぱりセンターバックだと、思いますね。ですけど、パスも上手くて、ペースも88まで上がりましたんで、非常にやっぱり素晴らしいかなっていうのは思います。で、守備力はやっぱり言わずもがなですね。対人負けないですし、フィジカルもね、めちゃくちゃ強くて、この選手が6万っていうのは本当に破格だなっていうのは、感じます。使える方は絶対使った方が、いいと思いますし、まあ、もしね、やっぱポジションチェンジっていうのは難しかったりするんで、センターバックの選手とかと。なんで、ボランチとして使うんだったら、本当に守備戦で、早めに叩く。バイリーは経由するんだけれども、早めに叩いて、他の選手に任せるっていう、使い方が一番いいのかなっていうのは思うので、まあ、そこだけかな、注意点としては。逆足も5になりましたし、非常にそこも素晴らしいので、まあ、普通にバイリーが持った時の自分の判断っていう風なところをちょっと工夫すれば、全然使えるなという風なところです。他はマジで完璧近いんで、マジでおすすめかなっていう風に思います。まあ、っていう感じで、これがミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベストレベルになります。またですね、前線の選手もやっていきたいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。